おはようございます。たかしです。本日は6月17日金曜日、ただいま9時15分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日の日足は下髭が非常に長い陽線となっております。この日足を見てますと、ここで今ダブルトップで下落しそうなところで、この GMMA で今サポートされたようにも見えてきます。そしてストキャスティクスも安値圏から強めのゴールデンクロス。マクディは今デッドクロスしてきてはいますけれども、ここからこの強い上昇が続くようですと、これも再びゴールデンクロスしてきそうな雰囲気というところなんですが、今ここを超えてこられるかどうかですね。この過去の日足のこの3層になった右肩左肩に当たる164円ぐらい、この辺が上値が重そうに見えますので、ここを強く抜けてこれると再び168円を目指すとは考えるんですが、今は164円を抜けられるかどうか、ここを抜けられないと再びこのオレンジのトレンドラインを目指して下落しそうというところですね。今のところはここ昨日が強く反発してきてますので、今日は一旦の上昇はすると思いますが、164円付近を強く抜けてこられるかどうかっていうところがポイントだと思ってます。ここをじりじりと抜けた場合はまた戻り売りで再び大きく下落していく可能性があるとは考えてますので、その辺は注意が必要ですね。では4時間足です。エリオット波動を最初イメージしていたんですが、ちょっとこの4波の戻しが深すぎるので一旦は消しております。現在はこのオレンジのトレンドライン、この辺付近で上げ渋っている感じですね。そして先ほど言っていましたこの164円付近、これっていうのがちょうどね1時間足の目線切り替えポイント、この紫の点線なんですが、この辺付近でもありますので、今ここを強く抜けてこれるかどうかですね。現在は陽線で上抜けそうな雰囲気でもあるんですけれども、今この GMMA もちょうどまだ収束はしているんですが、その上に、覆いかぶさってますので、ここを抜けられるとさらにこのオレンジのトレンドラインに乗ってきて、そこからの押し目買いというところで 168.7 ぐらいを目指してくるとは考えます。ただ今ストキャスティクスは高値圏にありますので、一旦の下落を挟みそうというところで、昨日も言ってましたけれども、この紫のラインを、強く上抜けられずに、このストキャスティクスが高値圏でデッドクロスしてくると大きめの下落になるかもしれませんねって言っていたんですが、それが昨日ちょうどそんな感じになってますね。ただここでの下落っていうのはストキャスティクスで言うとたったこれだけですので、本日もしかしたらここからデッドクロスしてくるとまた再び大きめの下落になる可能性がありますので、その辺は注意が必要です。現在4時間足ではこのオレンジのこのラインですね、ここが4時間足の目線切り替えポイントです。なのでここを下抜けるまでは4時間足は目線が上、そしてこの紫の点線が1時間足の目線切り替えポイントですので、ここを上抜けるまでは1時間足が目線は下というところで、1時間足の目線切り替えはそろそろ行われそうな雰囲気ですが、ここを抜けられるかどうかですね。なので今日のポイント、まずは164円付近、現在ですと 163.8 ぐらいとか164円ぐらい、この辺を上抜けられるかどうかというところですね。そして昨日は大きく下げてきましたが、この安値 155.589 からこの高値 168.765 に引いたフィボナッチリトレースメントの 61.8%、 この 160.6 付近、この辺で綺麗に反発してきてますので、一旦のこの下落のターゲットは達成したのかなと考えております。そこからのここでのダブルボトムをつけての上昇になってきておりますので、一旦今は140円付近を上抜けそうな雰囲気ではあるんですけれども、ここが1時間足ではここ今スパイクが起こってるんですね。なのでここはちょっと注目かなと見ております。4時間足ではストキャスティクスが高値圏なのは注意で、ここからどんどん上げていくというよりも一旦下落後の上昇みたいな、そんなイメージを持っています。では1時間足です。先ほど言ってました1時間足の目線切り替えポイント、この紫の点線ですね。ちょっとわずかには抜けてるんですが、明確には抜けてませんので、まだラインの変更はしておりません。そして先ほど言ってましたスパイクですね、ここ。で、この大きな下落の視点をこちら側が実体で抜けてくるようですと、そこからの一旦の戻しを待ってからの再上昇という可能性が高まるんですけれども、今この実体を抜けられていないんですよね。なのでこのパターンですと、ここで一度下げてもう一度上昇はしてくるんですが、再びこの高値付近で抑えられて下落するという可能性が考えられます。日足とか4時間足ではここは強く反発してきているようには見えるんですが、1時間足もう少し、ここを実体で
抜けてきてほしいところですので、そうならないと、ここからもう一度下落しそうな雰囲気ですので、今日はここがまず抜けられるかどうか。ここを抜けてくると、そこからは押し目買いでいいと思いますので、やはり先ほどから言ってますが、164円付近。理想はここを抜けてくることですよね。この高値ですので、164.2 か3ぐらい、この辺を上抜けて、実体で抜けて、そこの戻しを待ってからの押し目買いをしていきたいところですが、今、直近ですと、ここを上抜けられないようですと、ここからの戻り売りというところでまた再び 160.6 を目指してくるような可能性も考えておいた方がいいと思います。と考えますと、大きくはここでのレンジになるかもしれないですね。163.8 から 160.5 ぐらい、この辺でのレンジになる可能性と、164円を明確に上抜けてくると、そこからは上昇についていきたい。そして、昨日の安値ですね、この160円ぐらい、この辺を明確に抜けてくると、そこからは、戻り売りで仕掛けていくのがいいんじゃないでしょうか。というところで、今はたちまちこの160円ぐらいでどうなるかっていうところが注目ですね。で、そこを上抜ければ上についていく。そして昨日の安値を下抜ければその下についていく。もしくはここでのレンジみたいなそんな感じのトレードをしていけばいいかなと考えております。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。